皆さん、こんにちは。ヒムラボへようこそ。ナビゲーターのアイナです。今回は前回のキット紹介に続き、実際にキットを組み立てていこうと思います。このまま組み立て作業へと行きたいところですが、先にインサートナットをプリントパーツに圧入しようと思います。マニュアルによると、このくらいの量のようです。意外と多いかも。これらの道具を使って、インサートナットを圧入していきます。インサートナットの圧入は時間がかかるので倍速でお届けいたします。早速注意ポイントです。この形状のパーツは2種類あるのですが、中央を挟んで配置されている2箇所は 2mm ほど深く押し込む必要があります。深さの確認にはノギスを使いましょう。しばらく通常の圧入が続きます。インサートナットを圧入するコツですが、慌てずにじっくりと熱を伝えて押し込む感じで圧入すれば、ひどい失敗はしないと思います。あまり変に力を入れてもすぐには入らないですし、最悪の場合は傾いてしまうので、適度な力加減が求められます。先ほどから圧入以外に押さえている映像が何回かちらちら映っていると思いますが、圧入の最終工程で金属板のようなもので押し込むと、パーツの平面に対して水平に圧入することができるんです。コツは最後まで押し込まないで、1mm 程度飛び出ている状態で加熱を止めて、すぐ金属板を当てて押し込むと、パーツとインサートナットの境目は溶けた状態ですから、金属板で押し付けても穴の奥へ入っていくというわけです。簡単なので、ぜひ試してみてください。そして難所が続くパーツがやってきました。このパーツは垂直で圧入すると、加熱部分が穴以外のパーツに接触して溶けてしまうので、このように斜めに傾けて圧入しないといけません。自身で設計する場合は、圧入しやすいようにこのような攻めた設計はしないんですが、状況によってはこのような設計もありなんだなと感じました。こういう設計なども学べるのがボロンシリーズの良いところだと思います。3D プリント品ならではの設計が随所に見られるので、参考になる部分も多いと思います。そして最終パーツへ。最後の穴だけは実際の速度で圧入する様子をご覧ください。相手が ABS ということもあり、金属接触部の溶解に少し時間がかかる印象です。このように慌てずにじっくりとじわじわと溶かしながら押し込んでいき、ここで金属板で押し込んでいきます。仕上がりを確認していますが、問題なくできています。次はリニアガイドについて。これからアルミ押し出しフレームに固定していくのですが、プリントパーツのガイドを使っても固定が斜めになるという問題が。そこでこちらの鉄板を詳しく観察したところ、片面が粗いヤスリで削られていることに気づきました。これが取り付ける時の摩擦になっているようです。反対側は綺麗ですが、こちらも若干バリが残っています。そこで、こちらの綺麗な方の角をヤスリかけしたところ、ご覧の通りに綺麗に面取りできました。面取りが綺麗にできれば、フレームの溝の中でも摩擦が減少します。この状態でネジをしっかりと固定して、プリントガイドでリニアガイドが矯正できれば成功です。目安は、プリントガイドが抵抗を感じなく移動するくらい。以上で組み立て準備は整いました。まず、リニアガイドから、溝に鉄板を滑り込ませて、リニアガイドをネジで仮固定、プリントパーツで位置合わせをしつつ、ノギスをしっかりと押し当てます。穴が開いている方が 38mm の方です。ネジを固定した際にずれてはいないみたい。あとはストッパーを取り付ければ OK。次は Z フレームですが、異なるのはフレームの穴とリニアガイドの取り付け位置。端から 33mm 開いていれば OK です。これもストッパーの固定で完了となります。そしてアルミ押し出しフレームの組み立て。フレームにネジ付きナットをあらかじめセット。溝に相手のネジを通し、はめ込んでいきます。四隅を固定し、軽く上から叩いて歪みがないか確認。リニアガイドの真裏にナットをセット。ナットが脱落しないように注意しながら、ネジの頭に刺していきます。中央のリニアガイドの位置は、外側からフレームの幅プラス 58mm をオフセットしないといけないため、ノギスでフレームの横幅を測り、その合計値をオフセット幅として位置を調節しています。そして一個だけストッパーを取り付け、ここからはベッドの土台を組み立て、ケーブルチェーンの本体から先端を取り外し、プリントパーツ固定。先ほど組み立てたパーツをリニアガイドに仮固定していきます。もう片方のパーツも取り付けたら、位置合わせのためにアルミ押し出しフレームを仮固定。仮ですが、両方ともしっかりと固定しています。端に移動させて、緩めておいた M2 のネジをしっかりと固定。そして、ベッドの土台を組み立てていきます。プリントパーツにアルミ押し出しフレームを差し込み、しっかりと固定。
さらにナットをあらかじめフレームにセットしていきます。途中で落とさないように注意しましょう。先ほどの土台を取り付けていきます。ナットを六角レンチなどで位置を調節してネジを止めていきます。この調整がちょっと面倒かもしれませんが、慎重に作業すれば意外と大丈夫。こちら側は六角レンチを差し込んでからナットを先端でキャッチ。手繰り寄せたらネジをしっかりと固定します。そしてリニアガイドに余計な負荷がかからないようにネジを緩めてフレームを調整。土台を移動しつつ近くのネジを固定していきます。次は Z 軸リミットスイッチの取り付け。直接接触する方式なので、この板を取り外します。タッピングネジで固定し、フレーム固定用のネジとナットをセットすれば準備は完了。アルミ押し出しフレームに差し込み、両サイドのネジを固定。土台を稼働し、カチカチ音がするかチェックします。ここで Z 軸の両サイドにあるアルミ押し出しフレームを分解。そして、ナットをあらかじめセットしておきます。Y 軸のフレームと同じ仕様のアルミ押し出しフレームを、先ほど取り外した箇所に取り付けていきます。アルミ押し出しフレームにネジを追加。先ほど分解したアルミ押し出しフレームを差し込み、固定します。ベッドのフレームを端から 37mm の位置に修正。残ったケーブルチェーンの先端を取り外し、ネジとナットを装着。Z 軸の根元に差し込み、固定します。さらに4箇所ネジを固定。そして、大量のナットをあらかじめフレームに入れておきます。この後のアルミ押し出しフレームの取り付けをしてしまうと、ナットを入れられなくなるので注意しましょう。いよいよアルミ押し出しフレームを固定していきます。両サイドのアルミ押し出しフレームは、向きによって穴の数が異なります。正面に上下の穴が開いていて、左右は最下部に穴が開いていれば問題ありません。まだ引き返すのは難しくないので、サイドナットの数に不足がないかチェックします。組み立て中に脱落していたり、入れる数を間違えていないか慎重に確認しましょう。後で取り付ける予定のある追加パーツなどがある場合も、この時点で入れてあるか確認しておくと良いでしょう。ここからコア XY 方式で重要となる機構の組み立てをしていきましょう。ベアリングとスペーサーの配置が重要なので慎重に組み立てます。そしてネジを固定。プーリーに取り付けてある芋ネジを取り外し、ネジロック材を塗布。専用のジグを使用しながら高さを調整し、軸へ固定。こちらのネジ穴はスムーズに通しにくい程度に狭い穴なので、気合でネジを通していきます。B ドライブも先ほどとほぼ同じで、異なる点はスペーサーの位置とプーリーの向きくらい。これらの取り付けを間違えると、後の工程で困るので注意しましょう。先ほど組み立てた2つのドライブをフレームへ取り付けていきます。あらかじめセットしておいたナットの位置を調整し、ネジを固定。もう片方も先ほどと同じようにアルミ押し出しフレームへ固定しましょう。次に、8B のアイドラーを組み立て。ベアリングを入れるときにネジが動くので、頭をドライバーで押さえています。そしてナットを追加。アイドラーを取り付ける前にナットの位置調整。アルミ押し出しフレームへアイドラーパーツを取り付けていきます。ここで取り付けパーツを左右間違えると大変なので、しっかりと向きを確認しておきます。特に問題点は見当たらないので大丈夫でしょう。次に Z 軸をベッドに固定するためにアンチバックラッシュナットを外します。プリントパーツに仮固定し、これらをそのまま土台に仮固定。そして本体をひっくり返し、また大量のナットをアルミ押し出しフレームにセットします。この後、アルミ押し出しフレームに足を取り付けた後はナットを入れることができませんが、他の場所に比べればまだ後入れしやすいかもしれません。でも、後から分解するのが面倒な事実は変わらないので、ここで不足がないか、しっかりとチェックをしておきましょう。次に、足をプリントパーツにゴム足を取り付け、ジョイントパーツのゴムを外して、プリントパーツに押し込みます。この圧入が結構大変だけど、頑張りましょう。溝にベアリングをセットし、マイクロスイッチを固定。中のベアリングを押して音が鳴れば OK。いよいよ本体に足を取り付ける時が来ました。足に固定しているこの蓋は、分解時に中のネジが脱落しない効果があります。そして、ステッピングモーターを本体へ取り付けていきます。アンチバックラッシュナットを送りネジへ固定し、適度な位置まで移動。ナットの位置合わせをしたら、ステッピングモーターをアルミ押し出しフレームへ密着させてネジを固定。土台を上下に移動させて、プリントパーツの角ネジを固定します。こちらもタイミングベルトの向きを変えるのに重要なパーツ。左右でスペーサーの位置が異なるので、マニュアルをよく確認しながら組みましょう。後でアルミ押し出しフレームを差し込むので、ネジの固定はほどほどに。最後のリニアガイドを固定していきます。中央に取り付けるので、端から 25mm 離します。裏側にナットをセット。先ほど組んだパーツを差し込み、本体にセット。
M2 の皿ネジでリニアガイドに固定していきます。奥に押し当てて仮固定だったネジをしっかりと締めていきます。スムーズに動作するか確認。アルミ押し出しフレームへナットをセット。外側からナットが見える状態で本体へ取り付けて、前後からアルミ押し出しフレームをネジで固定して完了。無事にベルトを貼る直前の工程まで完了しました。以上、ボロン 0.2 キットの組み立てについての紹介でした。ここまでで大体半分くらいの組み立てが終わった感じです。残りは後編でご紹介したいと思います。ここからは本編ではご紹介できなかったことなどを。まずはリニアガイドを確認した時について、砂がボリボリ当たってるような違和感が。レールの水を拭き取ったらこんな感じ。あまりやりたくなかったですが、洗浄とグリース塗布を行いました。まずはレールを抜き取りますが、内部のボールは簡単に脱落するので慎重に作業しましょう。そして、無水エタノールを注射器を使って注ぎます。元に戻し、レール上で動かすことで内部にエタノールが入り込み、脱脂してくれます。上手に脱脂できたら再びレールを取り外し、爪楊枝で緑色の樹脂付近に隙間を作ります。そしてリチウムグリースを噴射。レールを戻したら動かしながらなじませます。リチウムグリースが足りない感じがしたらもう一度やっておくと良いでしょう。動画内では省きましたが、余分なグリースは拭き取っています。ここで使用したのはこちらの2つになります。無水エタノールは薬局で聞いたら奥から出てきました。続いて、常磐について。通常はどんな場所で使うかと言いますと、主に機械装置の組み立てとか、検査などですが、今回はアルミ押し出しフレームの組み立てで活躍しました。常磐なんてどこにも映ってなかった？これには海より深い事情があるんです。まずはこちらをご覧ください。こちらが一般的な精度の高い常磐なんですが、我々が購入するには価格が高いんですよね。しかも、ものすごく重いんです。産業用ではなく、もう少しリーズナブルな代用品はないのか。それがこちらのガラス常磐。ガラスの平面度は、先ほどの産業用に比べれば劣りますが、ホビー用途なら問題なく使えるんです。ラジコンのセッティングで使っている方もいらっしゃるみたい。実際に購入したのはこちらの規格サイズの強化ガラス。決まった規格サイズから選ぶため、少し大きめになります。でも、その分安く購入することができるんです。そして、これが実際に自宅に届いた強化ガラスです。縦に使用しても机の上にほぼ収まるので、悪くないと思ってます。普段使わないときは、家具の隙間に収納しています。他にも役立った道具もご紹介いたします。こちらのスコヤは、主に直角の確認などで使用しますが、アルミ押し出しフレームは直角で組むため有用です。ノギスは 3D プリンターを使っているなら持っているはず。精密な作業には必須な道具と言えるでしょう。ちなみに、このガラスの上で組み上げても、残念ながら歪むような組み立てもできてしまいます。歪みなく組み上がれば、平面を保てていると実感できるので、常磐の代用品だとしても、強化ガラスは役割を果たせていると思います。あと、すべてのネジにネジロック剤を使っているのですが、塗布量は硬化部の接着力が強力なので、ネジが接触する範囲の半分程度でも十分です。樹脂に対しては使用できないので、必要に応じて効果を発揮するこちらをご使用ください。組み立てで使用した道具については概要欄にまとめて記載してあるので、ご興味があればそちらをご参照ください。それでは今回はこの辺りまでで。ここまでご視聴くださりありがとうございました。もしよろしければ動画をもう一つ見ていただけると非常に嬉しいです。このチャンネルではメカと電子工作を組み合わせたメカトロなものづくりをお届けしていきます。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。回れ回れやれ風車、また同じ場所へ帰って、揺れて揺れて果てまな心、君は知ら